スマートフォンの画面に実家の番号が表示された瞬間、凌介は妙な胸騒ぎを覚えた。平日の昼間に母からの電話がかかってくることなどめったになかったからだ。もしもしと、凌介は会議室を出ながら電話に出た。受話器の向こうから聞こえてきたのは震える母の声だった。おばあちゃんが今朝亡くなったの。その一言で周囲の音がすっと遠のいていくのが分かった。凌介はしばらく声を出せずに廊下の壁にもたれかかった。最後に祖母と話したのはいつだったかすぐには思い出せなかった。確か3年前の正月に電話で軽く挨拶を交わした程度だったはずだ。それ以来、年賀状のやりとりだけがかろうじて続いていた関係だった。入社して5年、凌介は今の生活に慣れてはいたが、心のどこかに常に小さな空白があるように感じていた。凌介は東京で働き始めてから実家のある町にほとんど帰っていなかった。理由の一つは仕事の忙しさだったが、それだけではないことも自分では分かっていた。祖母の家に近づくと、どうしても父との気まずい記憶がよみがえってしまうのだ。父と祖母は、凌介が中学生の頃からほとんど口を聞いていなかった。何が原因だったのか、凌介は詳しく聞かされたことがなかった。ただ、実家に帰るたびに漂う、あの張り詰めた空気だけは、はっきりと覚えている。だから凌介はいつからか祖母に会うこと自体を無意識に避けるようになっていた。同僚に軽く事情を伝え、凌介は一旦自分の席に戻り、放心したように椅子に座り込んだ。画面にはまだ終えていないはずの仕事の資料がそのまま表示されていた。けれど、その文字の意味が今の凌介には全く頭に入ってこなかった。電話を切った後、凌介はデスクに戻ったものの、仕事は全く手につかなかった。パソコンの画面を見つめながら、凌介の頭には一つの後悔だけが浮かんでいた。もっと早く電話をかけておけばよかった。そう思ったところで、もう遅いことは痛いほど分かっていた。凌介は上司に事情を話し、その日のうちに早退の許可をもらった。荷物をまとめながら、凌介の手はいつになく落ち着きを失っていた。駅までの道を歩きながら、凌介は祖母の声を思い出そうとした。けれど、記憶の中の声はもう随分とぼんやりとしてしまっていた。ホームで電車を待つ間、凌介はスマートフォンで実家までの経路をもう一度確認した。画面の中の乗り換え案内がやけに事務的に感じられ、凌介は小さくため息をついた。カバンの中にはいつも持ち歩いているノートパソコンがそのまま入ったままだった。普段なら移動中でも仕事のメールを確認するが、今日はそんな気になれなかった。車窓に映る自分の顔を見つめながら、凌介は祖母に何も返せなかった年月を数えていた。電車が揺れるたびに、凌介の胸の奥で後悔がじわりと広がっていった。隣の座席には家族連れらしい親子が座り、楽しそうに話し込んでいた。その何気ないやりとりを目にするだけで、凌介の胸は小さく締め付けられた。車内アナウンスが実家最寄りの駅名を告げたとき、凌介はようやく我に返った。カバンを持ち直し、
良介はホームに降り立った。改札を抜けると、見慣れたはずの街並みが、どこかよそよそしく感じられた。新幹線と在来線を乗り継ぎ、良介が実家のある町に着いた頃には、道はすっかり傾いていた。駅前の景色は、記憶にあるものより、随分と寂れて見えた。かつて賑わっていた商店街も、シャッターの降りた店が目立つようになっていた。実家に着くと、喪服姿の親戚たちが、すでに何人も集まっていた。その中に、父の姿を見つけたとき、良介は思わず、一瞬だけ足を止めた。久しぶりだなと、父は短く言っただけだった。その声には、感情らしい感情が、ほとんど感じられなかった。良介もうんとだけ返し、それ以上、言葉を続けることができなかった。母は良介の肩にそっと手を置き、疲れたでしょとだけ、小さく声をかけてくれた。父と母は、良介が中学生の時に離婚していて、今ではそれぞれ別の場所で暮らしている。それでも今日ばかりは、二人とも同じ部屋の中に静かに並んでいた。通夜も葬儀も驚くほど静かに淡々と進んでいった。焼香の順番が回ってきた時、良介は初めて祖母の家と向き合った。写真の中の祖母は、記憶の中よりもずっと小さく、穏やかな顔をしていた。通夜の席で、近所に住んでいたという年配の女性が、良介にそっと話しかけてきた。文子さんにはね、体調を崩した時、何度も助けてもらったのよ。最近も、近所の様子をいつも気にかけてくださっていてね。良介は自分の知らない祖母の姿がまだたくさんあるのだと、その時初めて実感した。葬儀の後、親戚たちは口々に祖母の思い出を語り合っていた。文子さんは本当に手紙を書くのが好きな人だったよね。その言葉に、良介は懐かしさとかすかな痛みを同時に感じた。祖母が営んでいた小さな文具店には、子供の頃、よく遊びに行ったものだった。色とりどりの便箋や封筒が並ぶ棚は、良介にとってまるで宝箱のようだった。だが、その店に最後に足を運んだのが、いつだったのか、もう思い出せなかった。帰り際、駐車場で父と二人きりになる瞬間があった。明日、家の片付けを手伝ってくれるかと、父が目を合わせずに聞いてきた。うん、わかったと、良介は短く答えるだけで精一杯だった。車に乗り込む父の背中は、良介の記憶にあるものよりずっと小さく見えた。宿に向かう道すがら、良介は閉店した店のシャッターの数を無意識に数えていた。かつて活気があった通りがこれほど変わってしまったことに、良介は静かな寂しさを覚えた。その夜、良介は実家近くの宿に一人で泊まり、なかなか寝つけずにいた。天井を見つめながら、良介は通夜で聞いたあの女性の言葉を何度も思い返していた。布団の中で、良介はスマートフォンを取り出し、祖母との数少ない写真を久しぶりに開いてみた。写真の中の祖母は、まだ店に立っていた頃のもので、エプロン姿で笑っていた。その笑顔を見つめながら、良介は、もっと写真を撮っておけばよかったと、静かに悔やんだ。画面をスクロールしていくと、
幼い良介が祖母の店先で得意げに絵を掲げている一枚も出てきた。その写真を見た瞬間、忘れていたはずのぬくもりが胸の奥にじんわりと広がった。布団に横たわりながら、良介の頭には幼い頃の記憶が次々と浮かんできた。小学生の頃、良介は学校帰りによく祖母の文具店に立ち寄っていた。木の引き戸を開けると、いつも紙とインクのほのかな匂いが漂っていた。良介、また来たのと、祖母はレジの奥から嬉しそうに顔を出したものだった。店の奥にある小さな椅子に座り、良介はよく宿題を広げていた。祖母は忙しい合間を縫って、色鉛筆の使い方や便箋の選び方を丁寧に教えてくれた。便箋は書く相手のことを思い浮かべながら選ぶといいのよ。手紙っていうのはね、心のかけらをそっと運ぶものなの。当時の良介には、その言葉の意味が正直よくわかっていなかった。それでも、祖母がその話をするときの優しい表情だけは鮮明に覚えている。ある日、良介は祖母に初めての年賀状を書く手伝いをしてもらったことがあった。誰に出すのと聞かれ、良介は少し考えた後、おばあちゃんにと答えたのを覚えている。祖母は目を丸くした後、声を上げて嬉しそうに笑っていた。自分宛てじゃなくて私宛てでいいのとからかうように尋ねられたことも懐かしく思い出される。店の壁には良介が描いた絵や描いた習字が何枚も飾られていた。上手ねと祖母は大げさなくらいいつも褒めてくれた。その頃は父も母も店にたびたび顔を出していた。店の奥の座敷で家族4人で夕飯を囲んだ日のこともぼんやりと覚えている。父が仕事の愚痴をこぼし、祖母がそれを笑いながら聞いていた光景も記憶の片隅に残っていた。あの頃は家族の間にこんな距離ができるとは想像もしていなかった。いつから何がきっかけで全てが変わってしまったのだろう。良介は暗い天井を見つめながら答えの出ない問いを繰り返し考え続けていた。気づけば窓の外がうっすらと明るくなり始めていた。結局、良介はほとんど眠れないまま朝を迎えることになった。店の定休日には祖母が涼しか絵を近くの神社に連れて行ってくれたことも思い出していた。参道でお菓子を買ってもらい、二人で並んでベンチに座った何気ない午後の記憶だった。良介がいると毎日が楽しいわと祖母がふと漏らした一言も記憶の奥に残っていた。あの頃の自分はその言葉の重みを全く分かっていなかったのだと今ならわかる。神社からの帰り道、祖母はいつも良介の歩幅に合わせてゆっくりと歩いてくれた。その手の温かさを良介はまだかすかに覚えている気がした。翌朝、良介は父と共に祖母の家の片付けに取り掛かった。長年、人が暮らしてきた家には想像していた以上に物があふれていた。父はほとんど言葉を発さないまま黙々と作業を進めていた。良介もその沈黙に合わせるように一人で2階の部屋を片付けることにした。そこは祖母が普段あまり人を入れなかった部屋だった。押し入れの奥には古い着物や
色あせた写真アルバムが几帳面にしまわれていた。その一つ一つを確かめながら、良介はゆっくりと片付けを進めていった。写真アルバムには、若い頃の祖母と祖父が天の前で並んで写っている一枚もあった。良介がまだ会ったことのない祖父の姿を写真の中に初めて見つけ、思わず手が止まった。押し入れの一番奥に、良介は一つの木箱を見つけた。箱には丁寧な文字で良介とだけ書かれた紙が貼り付けられていた。心臓がドクンと大きく跳ねるのがわかった。震える手で蓋を開けると、中には何十通もの封筒が几帳面に重ねられていた。それぞれの封筒には、年号と良介の誕生日の日付が几帳面に記されている。一番上の封筒には、今年の日付が書かれていた。つまり祖母は、亡くなる直前まで、この手紙を書き続けていたことになる。良介は、その場に座り込んだまま、しばらく動けなかった。なぜ祖母は、これほど多くの手紙を一度も送らなかったのだろうか。疑問だけが、頭の中をぐるぐると回り続けていた。開花から、父の呼ぶ声が聞こえてきた。良介はとっさに、その木箱を自分のバッグの中に隠すようにしまい込んだ。まだ、この手紙のことを、父に知られたくないと感じたからだ。片付けは、夕方まで続いた。作業を終えた父は、疲れた様子で、居間の座布団に腰を下ろした。良介は父にそっと目をやりながらも、木箱のことはまだ切り出せずにいた。その夜、良介は一人になった部屋で、木箱をそっと開いた。一番古い封筒に手を伸ばしたところで、良介の指は小さく震えていた。木箱の隅には、色あせた便箋の束と、使いかけの万年筆も、一緒に収められていた。その万年筆は、良介が子供の頃、点でよく見かけていたものと同じ形をしていた。良介はその万年筆をそっと手に取り、インクの乾いたペン先を指先でなぞってみた。箱の底には、封をされていない書きかけの便箋も一枚だけ残されていた。そこには良介、いつもとだけ書かれ、その先は白紙のままだった。一番古い封筒を開くと、そこには良介がまだ小学生だった頃の日付が記されていた。文字は今よりもずっとしっかりしていて、若い頃の祖母の筆跡がはっきりと感じられた。手紙には、良介がその年に描いた絵が、地区の展覧会で賞をもらったことが書かれていた。新聞で見て涙が出るほど嬉しかったですと祖母は書いていた。良介自身はそんな記事が載っていたことすら覚えていなかった。同じ手紙には店の売り上げが少しずつ厳しくなっていることもさりげなく書かれていた。それでもあなたたちの顔を見られる場所だから続けたいのですと祖母は綴っていた。次の封筒には良介が中学校に入学した年の日付があった。そこには家族の間に何か変化があったことをほのめかす一文があった。最近家に行きづらくなってしまいました。寂しいですが仕方のないことです。その一文を読んで、良介は父と祖母の間に何かあったことを改めて実感した。それでも祖母は、良介の運動会や卒業式のことを
律儀に書き続けていた。直接県に来ることはできなくても、誰かから話を聞いていたのだろう。良介が高校に進学した年の手紙には、こんな一文があった。あなたが立派に育っているのは、きっとご両親のおかげですね。そこには、恨みがましい言葉は、一つも見当たらなかった。むしろ、良介の成長を、遠くから静かに喜んでいるだけのように感じられた。高校2年の手紙には、良介が部活を辞めたことにも、そっと触れられていた。悩んだ末の決断なら、それでいいと思います、とだけ、祖母は短く書いていた。良介はその一文に、誰かに背中を押されたような、不思議な安心感を覚えた。大学に合格した年の手紙はいつもより少し長く書かれていた。これであなたも家を出るのですね。寂しくなりますが応援しています。良介は自分がその頃一度も祖母に連絡していなかったことを思い出していた。それでも祖母は変わらず良介の一年一年を丁寧に見守り続けていたのだ。就職した年の手紙には、良介の会社の名前まで正確に記されていた。デザインの仕事で小さな賞をもらった時のこともしっかりと書かれていた。祖母は直接会えない代わりに、誰かから伝え聞いた話を丁寧に集めていたようだった。良介は封筒を握りしめたまま、しばらくの間、声を殺して泣いていた。転職を考えていた年の手紙には、あなたの選ぶ道をいつでも信じていますと書かれていた。実際には転職を思いとどまったのだが、その決断を後押ししてくれたのは、この一文だったのかもしれない。良介は、まだ読んでいない封筒があと何通あるのか指で数え直してみた。残る封筒はあと数通だけだった。良介は深呼吸を一つしてから地の封筒にそっと手を伸ばした。涙が落ち着いた頃、良介は残りの封筒を年代順に並べ直した。5年前の封筒にはこれまでとは違う重い内容が記されていた。今日はあなたのお父さんのことを正直に書こうと思います。その書き出しに良介は思わず背筋を伸ばした。手紙には父が実家の文具店を継がず東京で働く道を選んだ経緯が綴られていた。祖母は当時その決断をなかなか受け入れることができなかったという。お店を継いでほしいというより、そばにいてほしかったのだと思います、と祖母は書いていた。一人になるのが怖くて、ひどい言葉をぶつけてしまいました。本当は、あの子の選んだ道を応援したかったのに。良介は、その一文を読みながら、これまで抱いていた印象が崩れていくのを感じた。父を突き放したのは祖母の方だと、なんとなく思い込んでいたからだ。だが実際には、祖母自身も自分の言動を長い間悔やみ続けていたのだ。謝りたいと何度も思いました。でも意地を張ってしまって。あの子もきっと同じ気持ちでいるのではないかと思うのです。手紙には店を畳んだ日のことも短く触れられていた。一人であの店を続けるのはもう体力的にも難しくなっていました。それでも看板を下ろす日は涙が止まりませんでした。良介はその一文を読んで
あの店が祖母にとってどれほど大切な場所だったかを改めて感じた。同時に、あの店がなくなったことすら自分は知らなかったのだと気づかされた。手紙の終わりには、それでも後悔はしていませんという一文が続けて書かれていた。お店より大切なものを私は最後までちゃんと分かっていましたから。良介はその手紙を読み終えた後、しばらく天井を見上げていた。もしかしたら父自身もこの事実を知らないのではないか。そう思うと、いても立ってもいられなくなった。良介は木箱を抱えたまま、そっと部屋を出て、階下へ向かった。階段を降りながら、良介は、これから何と切り出せばいいのか、全くわからずにいた。それでも、このまま黙っていることだけは、絶対にしたくないと、強く感じていた。廊下の明かりの下で立ち止まり、良介は一度大きく息を吸い込んだ。リビングのドアの隙間からテレビの音がかすかに漏れ聞こえてきた。その何気ない生活音がいつもよりやけに大きく感じられた。階下のリビングには父が一人古い写真を眺めながら座っていた。良介はしばらく入り口で立ち尽くしたまま声をかけられずにいた。父さんと思い切って声をかけると、父は少し驚いた様子で顔を上げた。良介は木箱を差し出し、これ、おばあちゃんが書いてたやつとだけ言った。父は怪げな顔をしながらも、箱を受け取り、中の封筒を一枚取り出した。5年前の日付が記された、あの手紙だった。父は文字を目で追いながら、次第に表情を変えていった。読み終えると、父はしばらく何も言わずにうつむいていた。知らなかったと、父は絞り出すような声でつぶやいた。あの人がそんな風に思ってたなんて。良介は父のそんな表情を初めて目にした気がした。父さんも謝りたかったんじゃないのと、良介は静かに尋ねた。父は少し間を置いてから小さくうなずいた。何度も思ったよ。でもきっかけがつかめなかった。意地を張ってるうちに、あっという間に何年も経ってしまった。良介はその言葉が祖母の手紙の一文とそっくりであることに気づいた。親子で同じように意地を張り、同じように後悔していたのだ。その皮肉に、良介は笑うことも泣くこともできなかった。点を畳んだことを父さんは知ってたと、良介は思い切って尋ねてみた。父は首を横に振り、風の噂で、なんとなくあっとだけ答えた。一度くらい顔を出せばよかったんだろうな、と、父は自重するようにつぶやいた。父は封筒をそっと胸に抱き、しばらく肩を震わせていた。良介は、その隣にただ静かに座り、何も言わずに、時間が過ぎるのを待った。しばらくして、父は顔を上げ、他の手紙も読んでみたいと、静かに言った。良介は木箱ごと父に手渡し、ゆっくり読んでとだけ伝えた。父はその夜、遅くまで一人で、居間に残っていたようだった。翌朝、リビングのテーブルには、丁寧に読み終えられた封筒の束が、静かに置かれていた。父の目は、少し赤く腫れているように見えた。
翌日の午後、父が急に、あの店の前まで行ってみないかと、良介を誘ってきた。二人は車に乗り込み、かつての商店街へと向かった。店はシャッターが下りたまま、看板の文字もほとんど色あせてしまっていた。それでも、気の引き戸の形だけは、良介の記憶にあるものと変わっていなかった。車を降りた父は、しばらく無言のまま、シャッターの前に立ち尽くしていた。小さい頃、よくこの店の手伝いをさせられたよ、と、父はぽつりと話し始めた。面倒だと思ってたのに、今になって無性に懐かしい。良介は、そんな父の話を聞くのは初めてのことだった。父さんも、この店が好きだったんだね、と、良介は静かに言った。父は少し照れたように、まあ、なっとだけ答えた。剣を継がなかったことを、後悔してるわけじゃないんだ、と、父は続けた。ただ、母さんを傷つけたことだけは、ずっと引っかかっていた。良介は、その言葉に、祖母の手紙にあった一文も、静かに重ねていた。互いに、相手を思いやりながらも、すれ違い続けていた二人だったのだ。シャッターの隙間から中を覗くと、埃をかぶった棚がうっすらと見えた。あの棚、良介がよく座ってた場所だよな、と、父が思い出したように言った。良介はその言葉に驚きながらも、よく覚えてるね、と、微笑み返した。今さらだけど、ごめんな、母さん、と、父はシャッターに軽く手を触れながら、つぶやいた。その声は、良介が今まで聞いた父の声の中で、一番素直なものに聞こえた。二人はしばらく、閉じたシャッターの前に、並んで立っていた。夕方の光が、古い看板を、柔らかく照らしていた。帰り道の車内で、父は、今度、店の跡地をどうするか、少し考えてみるよ、と、ぽつりと言った。良介はいいと思うと、静かに相槌を打った。車窓の外を流れる景色を眺めながら、良介は、少しずつ何かが変わり始めているのを感じていた。家に着くと、父は珍しく、今夜は、ゆっくり話さないかと、良介を誘った。二人は台所のテーブルを挟んで、缶ビールを片手に、静かに向き合った。その夜遅く、良介は自室に戻り、木箱の底に残っていた最後の一通を手に取った。封筒には、ほんの2ヶ月前の日付が記されていた。これまでの手紙よりも、文字が心なしか弱々しく揺れていた。祖母は体調を崩し始めていた頃にこの手紙を書いたのだろう。良介、この手紙が最後になるかもしれません。その一文を目にした瞬間、良介の視界がじわりと滲んだ。長い間会えなかったことを寂しく思ったこともあります。でも、あなたが元気に暮らしていると聞くたび、それだけで十分でした。無理に会いに来てほしいとは、一度も思いませんでした。ただ、いつかあなたが誰かに手紙を書きたくなった時のために、この手紙たちを残しておこうと思ったのです。良介は、祖母がなぜこれほど多くの手紙を送らなかったのか、ようやく理解した気がした。送ることよりも、書き続けること自体が、祖母にとっての祈りだったのだ。お父さんのことも、どうか
心配しないでください。あの子には、あの子の歩幅があります。それでいいのです。その一文に、良介は、祖母の深い優しさを、改めて感じずにはいられなかった。タイは、少しずつ、思うように動かなくなってきましたと、祖母は静かに綴っていた。それでも、この手紙を書いている今この瞬間だけは、あなたのそばにいる気がします。手紙の最後には、こう締めくくられていた。あなたが、誰かを大切に思う気持ちを、忘れずにいてくれますように。それだけが、おばあちゃんの、たった一つの願いです。手紙の最後には、文子よりとだけ、署名が記されていた。良介は手紙を胸に抱いたまま、しばらくの間、声を上げて泣いた。それは悲しみだけの涙ではなく、感謝の涙でもあるように感じられた。窓の外では、いつの間にか静かな雨が降り始めていた。良介はしばらくの間、雨音だけが響く部屋の中で、手紙を静かに読み返し続けた。読むたびに、新しい発見があるように感じられ、良介は何度も同じ一文に目を戻していた。やがて雨音が止み、窓の外がわずかに明るくなり始めた。良介は手紙をそっと封筒に戻し、木箱の一番上に丁寧に重ねた。眠る前、良介は小さな声で、ありがとうと、部屋の空気に向かってつぶやいた。翌朝、雨は上がり、庭には澄んだ光が差し込んでいた。良介は父と二人で、祖母の家の裏庭に出た。そこには、良介が生まれた年に植えられたという柿の木が立っていた。この木、覚えてるかと、父が静かに尋ねてきた。うっすらとだけど、覚えてると、良介は木を見上げながら答えた。おばあちゃんが、毎年、実の整理具合を手紙で報告してくれてたんだ。父の言葉に、良介は木箱の中の手紙を思い出していた。そこにも確かに、柿の実の話が何度か書かれていたはずだった。今年はいつもより実つきがいいらしいと、父は木を見上げてつぶやいた。その言葉には、どこか祖母への語りかけのような響きがあった。良介は、父の隣に並び、しばらく黙って木を見上げていた。二人の間に流れる沈黙は、以前とは違い、どこか穏やかなものだった。風が吹くたびに、柿の葉がさらさらと音を立て、二人の足元に細かな影を落としていた。一つ、もいでみるかと、父が珍しく、いたずらっぽい表情を浮かべた。二人で手を伸ばし、色づき始めた実を一つ、そっと収穫した。その実の重みを手のひらに感じながら、良介は不思議な満足感に包まれていた。今度から、時々顔を出すようにするよ、と、良介はぽつりと口にした。父は少し驚いた表情を見せた後、小さく微笑んだ。たまには一緒に来るかと、父が続けた。その誘いに、良介は素直にルンとうなずくことができた。庭の隅には、祖母が大切にしていたらしい、小さな鉢植えも並んでいた。良介はその一つを、そっと持ち帰ることにした。木箱に残っていた便箋を、良介はそっとポケットにしまった。次に文字を書くときは、自分から誰かに向けて手紙を書こうと思ったからだ。
柿の子の葉が風に揺れて柔らかな音を立てていた。その音はまるで祖母が静かに微笑んでいるかのように、良介には感じられた。縁側に腰掛けた父は、またこの家にも時々戻ってくるつもりだと静かに口にした。庭の手入れくらいは続けてやらないとな、と父は少し照れくさそうに付け加えた。良介はその言葉に静かな安堵を覚えていた。庭を出る前、良介は柿の木にもう一度目をやり、小さく頭を下げた。また来るね、と心の中で静かに語りかけた。東京に戻る新幹線の中で、良介は母に電話をかけた。見つけた手紙のことを、良介はぽつりぽつりと母に話し始めた。電話の向こうで、母はしばらく黙って話を聞いていた。文子さんらしいわね、と母はやがて懐かしそうにつぶやいた。不器用だけど、誰よりも家族思いの人だったから。母もまた、離婚後、祖母と気まずくなってしまった一人だった。一度くらい、お線香をあげに行けばよかった、と、母は小さくため息をついた。良介は、今度一緒に行こうよ、と、自然に言葉が出てきたことに、自分でも驚いた。母は少し間を置いてから、そうね、と、優しい声で答えた。電話を切った後、良介は窓の外に流れる景色を、ぼんやりと眺めていた。東京に戻ってから数週間が過ぎた。良介の部屋の机の上にはあの木箱がそっと置かれるようになっていた。忙しい日々の合間に良介は時々便箋を取り出しては文字を書くようになった。宛先はまだ誰にも出していない自分自身への手紙のようなものだった。その日あったことや、ふと思い出した祖母との記憶を一つずつ書き留めていく。父とは、あれから月に一度ほど電話で話すようになっていた。以前のようなぎこちなさは、まだ完全には消えていない。それでも、電話の最後に交わす言葉は、少しずつ柔らかくなっていった。ある晩、父から一枚の写真がメッセージアプリで送られてきた。写真には色づいた柿の実がいくつも枝にぶら下がっている様子が写っていた。今年もよく実ったという短い一文に、良介は思わず口元を緩めた。ある晩、良介は木箱の中から祖母の最後の手紙をそっと取り出した。何度も読み返した文字は、もうすっかり頭に入っていた。それでも、指先で紙をなぞるたびに、祖母の声が耳の奥によみがえる気がした。誰かを大切に思う気持ちを忘れずにいてくれますように。その一文を、良介は、これからの人生の中で何度も思い出すのだろうと感じていた。同僚や友人にも、以前より少しだけ丁寧に接するようになった自分に、良介は気づいていた。小さなことかもしれないが、それも祖母がくれた贈り物の一つのように思えた。窓の外には、東京の街明かりがいつものように広がっていた。その景色の中に、良介はふと遠い故郷の柿の木を思い浮かべた。今頃、あの木にも静かに実がなっているだろうか。良介は便箋を一枚取り出し、ペンを手に取った。書き出しの一文は、もう
迷うことなく決まっていた。良介は、おばあちゃんへという一文から静かに書き始めた。ペン先が紙に触れた瞬間、良介はどこか懐かしい安心感に包まれた。それは、あの小さな文具店で過ごした遠い日々と確かにつながっている感覚だった。